こんにちは、静かな独り言です。今回はこちらの小さなフリルマルチポーチの紹介です。ちょうど AirPods が収まる大きさです。少し大きめなので保護ケースとしては使用できませんが、ポーチとして持ち運びにちょうどいいサイズになっています。これは試作で側面に少し隙間ができるため、小さいものを入れると落ちてしまう心配があります。試作の欠点を踏まえ、高さを出したりしながら見た目や大きさは変えずに編んでいこうと思います。AirPods 以外に小物を入れたりできるポーチになっています。ぜひ一緒に編んでみてくださいね。このポーチに使用した糸はセリアのニューエンジェルコットンカラーナンバー2020番です。3から4号用の糸で長さが49メートルを1玉使用して編んでいます。この動画で使用する糸は同じくセリアのきらめきコットンカラーナンバー1番です。ニューエンジェルコットンより1メートル少ない48メートルとなっています。しかしこちらは3から5号の針の指定があり、編んでいても少しだけ太いかなとも感じました。ニューエンジェルコットンは1玉で編めましたが、きらめきコットンはギリギリ1玉といった感じなので、きらめきコットンで編む際は念のため2玉用意していた方がいいかもしれません。糸によって微妙に長さも太さも異なるため、50メートルなければもう1玉多めに用意しておくといいでしょう。その他代用できるおすすめの糸は概要欄に記載しておきますので、そちらをご覧ください。そしてポーチを編むのに使用するかぎ針は5号針と4号針になります。キーホルダーパーツもセリアのものを使用しています。今回は編み付けて留めるので、かぎ針が輪に通るものを選びましょう。この動画ではセリアのマグネットホックを使用しましたが、ポーチとして完成させるにはセリアのものは少しひっつきが弱い気がしました。ポーチに入れたものが落ちないよう強力なマグネットホックを選ぶことをおすすめします。では編んでいきましょう。本体は2本通りでしっかり編んでいくので、だいたい半分になるように玉にしていきます。余裕を持って編みたい方は2玉使用して編んでいただいても大丈夫です。本体のベースは5号針で編んでいきます。作り目です。鎖編みを8回編みます。私が編んだ鎖編み8目の長さは約4センチです。この長さより長ければ少し大きいサイズになり、短ければ少し小さいサイズになります。この8目4センチの作り目を編む硬さの参考にしていただければと思います。立ち上がりの鎖編みを1回して本体1段目です。立ち上がりの鎖編み1目飛ばして細編みを編んでいきます。最初の細編みの頭にマーカーをしておきましょう。端まで細編みを1回ずつ編んでいきます。端まで編んできたら、この目がカーブの始めの目になるのでマーカーを入れておきましょう。さらに同じ目にもう2回細編みを編み入れます。同じ目に3回細編みが入りました。カーブの最後として3目目にはマーカーを入れておきましょ
次の目から糸端は編みくるみながら細編みを6目編んでいきます。編みくるんできた糸端はここでカットをしておきます。最後の目に細編みを1回編み入れたら、こちら側のカーブの最初の目としてマーカーをしておきましょう。最後同じ目にもう1回細編みを編み入れます。マーカーの入っている最初の目に引き抜き編みをします。本体1段目はこれで18目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して本体2段目です。今編んだ鎖編みの根元に細編みを2回編み入れます。1目目は最初の目、2目目がこちら側のカーブの最後の目、2目目に先ほどのマーカーを戻しておきましょう。次の目から6目は細編みを1回ずつ編み入れていきます。6目編んできました。マーカーの入っている目からカーブになります。次のマーカーまでの3目は細編みを2回ずつ増し目で編んでいきます。増し目の1目目にはマーカーを戻しておきましょう。マーカーの入ったところは増し目をしたら2目目にマーカーを戻しておきます。次の目から6目は1回ずつです。6目編んできました。マーカーの入っている目から残り2目は増し目です。増し目の1目目にマーカーを戻しておきましょう。最後の目も2目編み入れて、2段目の最初の目はマーカーを入れていないところ、ここに引き抜き編みをします。本体2段目は24目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して本体3段目です。鎖編みの根元には増し目をします。段の最初の目には分かりやすいように別の色のマーカーをしておきます。マーカーの目には1回細編みを編み入れます。マーカーを戻しておきましょう。次の目から6目は1回ずつ細編みを編み入れていきます。6目編んできました。マーカーの目は増し目です。増し目1目目にマーカーを戻しておきましょう。次のマーカーまで1回
増し目を繰り返して編んでいきます。繰り返し編んできて、マーカーの入っている目は1回編み入れます。マーカーを戻します。次の目から6目は1回ずつ。6目編んできて、次のマーカーの目は増し目を編み入れます。増し目の1目目にはマーカーを戻しておきます。最後は1回増し目1回で終わりになります。最初の目に引き抜き編みをして、本体3段目は30目になります。立ち上がりの鎖編みを1回して本体4段目です。本体4段目は増し目なしで1周編んでいきます。マーカーは戻し忘れのないように注意しながら編んでいきましょう。1周編んできました。最初の目に引き抜き編みをします。本体4段目は増し目なしなので30目のままです。立ち上がりの鎖編みを1回して本体5段目です。鎖編みの根元に1回細編みを編み入れます。マーカーを戻しておきます。次の目は増し目です。マーカーの目には細編みを1回します。マーカーを戻しておきましょう。次から6目は1目に1回ずつです。マーカーの入った目は1回編み入れてマーカーを戻しておきます。次の目から増し目2目は1回ずつを繰り返してマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前の目は増し目になり、マーカーのところは1回です。マーカーを戻しておきましょう。また6目は増し目なしで編んでいきます。そしてマーカーの目は1回。マーカーを戻します。増し目、2目は1回ずつ、増し目、最後は1回です。最初の目に引き抜き編みをして本体5段目は全部で36目になりました。6段目と7段目は増し目なしで編んでいきます。マーカーの位置を変えないように注意して2段編んでいきましょう。
増し目なしで2段編んできて、本体7段目は36目のままです。立ち上がりの鎖編みを1回して本体8段目です。8段目は減らし目をしていきます。鎖編みの根元に針を通して糸をかけてきます。次の目に針を通し糸をかけてきて3本かかった糸をすべて引き抜きます。この減らし目が最初の目なので頭にマーカーを戻しておきます。マーカーまでの2目は細編みを1回ずつ編み入れます。マーカーを戻しておきます。次から6目は今までと同じように1回ずつです。マーカーのところは減らし目です。マーカーを戻します。次から2目は1回ずつ。減らし目、2目は1回ずつを繰り返して次のマーカーまで編みます。減らし目の後、マーカーまでの2目は1回ずつです。マーカーを戻します。次からの6目は増し目なしです。6目編んできてマーカーの目には減らし目。マーカーを戻します。2目は1回ずつ。次が減らし目。2目は1回ずつをして本体8段目が終わりました。この段は全部で30目になります。本体9段目に取り掛かる前にマーカーの位置を改めます。横から見て立ち上がりの位置がここにあり、少し左に寄っています。寄っている方側を後ろ面として前面になる方のマーカーを外してしまいましょう。後ろ面のマーカーだけが残りました。マーカーからマーカーまでの目数は8目になっています。これを左右に1つずつずらして10目にしましょう。これでマーカーからマーカーまでの目数は10目になりました。ここに蓋を縫い合わせられるように少し工夫をして編んでいこうと思います。立ち上がりの鎖編みを1回して本体9段目です。根元に細編みを1回してマーカーを戻しておきます。前工程で改めたマーカーからマーカーまでは筋編みの細編みをしていきます。目を上から見て向こう側半目だけに針を通して編んでいきます。マーカーは戻しておきます。マーカーからマーカーまでの細編みの筋編みが編めました。次の目から最初の目までは細編みを増し目なしで編んでいきます。
1周増し目なしなので本体9段目は30目です。10段目は本体を編みながらキーリングをつけていきます。ペタンとした状態にし、立ち上がりとは反対側のカーブに取り付けます。2目使って編み付けるので分かりやすいようにマーカーをしておくといいと思います。キーリングをつける位置が決まりました。筋編みの目印のマーカーは1つ下の段の筋編みの最初と終わりのところに移動させておくと後で分かりやすいと思います。立ち上がりの鎖編みを1回して本体10段目です。前段で定めたキーリングをつける前の目まで編んでいきます。次の2目でキーリングを編み付けます。下に向けてキーリングを沿わせて細編みで編み付けます。目が緩んでしまわないようにしっかり引き締めておきましょう。これでキーリングの編み付けができました。また増し目なしで編んでいきます。1周編んできました。これで本体が完成したので糸始末をしておきます。ここから蓋部分を編んでいきます。蓋も2本取りで5号針を使用します。作り目は鎖編みを9目編みます。長さは約5センチ。本体の作り目の時と同じように編む硬さの参考にしていただければと思います。立ち上がりの鎖編みを1回して蓋1段目です。今編んだ鎖編みを1目飛ばして細編みを編んでいきます。最初の細編みの頭にはマーカーをしておきましょう。端まで1回ずつ編んでいきます。端まで編んできました。最後の目にもマーカーを入れておきましょう。同じ目にもう2回細編みを編み入れます。同じ目に細編みが3回入りました。3目目にはマーカーを入れておきます。本体と同じでこの2つのマーカーがカーブの始めと終わりの印になります。次の目から糸端を編みくるみながら8目細編みを1回ずつ最初の目まで編んでいきます。最初の目まで編むと蓋1段目は全部で19目になります。編みくるんできた糸端はカットしておきます。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し、蓋2段目です。鎖編みの根元から細編みを編んでいきます。最初の細編みの頭に端の目の印としてマーカーを入れておきましょう。次のマーカーの手前まで斜めは1回ずつ編み入れていきます。マーカーの目には増し目をします。
増し目の1目目にマーカーを戻しておきましょう。次のマーカーまでの2目は増し目で編んでいきます。マーカーの入っていた目にも増し目をして2目目にマーカーを戻しておきましょう。そして最後の目まで8目は1回ずつ編み入れていきます。最後の目まで編んできて2段目は全部で22目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し3段目になります。8目は1目に1回ずつ編み入れていきます。マーカーの目は増し目です。1目目にマーカーを戻しておきましょう。次は1回。次は増し目です。次は1回編み入れて、次が増し目です。マーカーの目は1回編み入れます。マーカーを戻しておきます。最後の目まで8目は増し目なしで編んでいきます。3段目は全部で25目になれば OK です。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し、4段目です。今までと同じように直線8目は増し目なしでマーカーの手前まで編んでいきましょう。マーカーの目は増し目です。増し目の1目目にマーカーを戻しておきます。次から2目は1回ずつです。このカーブは増し目、2目は1回ずつを繰り返して次のマーカーまで編んでいきます。マーカーまでの2目は1回ずつです。マーカーを戻します。最後まで8目は1回ずつです。4段目は全部で28目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し5段目になります。今まで同様直線の8目は1回ずつです。マーカーの目は増し目をします。増し目の1目目にはマーカーを戻しましょう。次から3目は1回ずつです。この目から増し目、3目は1回ずつを繰り返して次のマーカーまで編んでいきます。
マーカーの目は3目は1回ずつの3目目になります。マーカーを戻して次の目から最後の目まで8目は1回ずつ編み入れましょう。5段目は全部で31目になりました。5段目を編み終え蓋ができましたが、立ち上がりの部分を細編みで補強していきます。まず立ち上がりの鎖編みを1回します。蓋5段目の最後の細編みの根元に針を通して細編みを編み入れます。今編んだ細編みを1目目としてマーカーをしておきます。次はこの筋の一番上の目、ここに細編みを編み入れます。次はこのポコポコしたラインの一番上の目、ここに編み入れます。次はこの筋の一番上に、次はこの中心の線の一番上の穴、次はこの筋の上のところに、次はポコポコしたラインのところ、筋のところ、ポコポコしたところ、そして最後はマーカーの入っている目に細編みを編み入れます。全部で10目になります。これで蓋が完成しました。本体と縫い付けるときにこの糸端を利用していこうと思うので、私は少し長めに残してカットしておきます。フリルを編み付けていきます。フリルは4号針に持ち替え、糸は1本で編んでいきます。前工程で立ち上がりの補強をした細編みがありますが、その目は無視して編んでいきます。向こう側半目ではなく、手前側半目を拾って編んでいきます。糸をかけてきて立ち上がりの鎖編みを2回します。鎖編みの根元に長編みを4回ずつ編み入れていきます。糸端は編みくるんでいきます。次のマーカーの手前まで編み進めます。マーカーの手前まで4回ずつ長編みを編み入れてきました。糸端はしっかり編みくるんできたのでカットしておきます。このマーカーから次のマーカーまでは1目に5回ずつ長編みを編み入れていきます。長編みを1目増やすことでフリルのウェーブが緩やかになることなく、直線と同じようなウェーブを保つことができます。長編みを5回ずつカーブの部分に編めたら、直線部分はまた4回ずつ編み入れていきます。
糸始末をしておきます。最後に本体と蓋を縫い合わせていきます。筋編みのマーカーと蓋のマーカーはそれぞれ10目です。マーカーで仮止めします。長めに残しておいた糸端で縫い合わせていきます。細編みの方は外側の1本をすくってかがっていきます。こんな風に引き締めながら縫い合わせていくと、継ぎ合わせた部分がしっかりします。10目縫い合わせたら針を裏に通します。裏もできるだけ1目ずつ縫い合わせます。かがりながら縫い合わせてきました。糸端はポーチの中に糸始末をしてしまいます。最後にマグネットホックを縫い付けて完成です。今回も動画を見てくださりありがとうございます。この動画を参考にしてくださった方は、ハッシュタグ静かな独り言とつけて SNS に投稿してくださると私も見に行けますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画や作品についてのコメント、そしてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。